世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は甚大な洪水被害を受けた渓谷プサンの被害状況と、プサンで洪水が起こる理由について、インターネット上での意見をご紹介していきます。渓谷南部のプサンで2020年7月、1時間あたり80ミリを超える猛烈な雨が降り、満潮も重なったことで、市内中心部の道路や住宅などが冠水、または浸水する事態となりました。浸水や土砂崩れにより79人が一時孤立状態となりましたが、その後無事救助されました。プサン地方気象庁によると、大雨が降った7月23日夜からの雨量は、1920年以降、10番目の多さだと報道されています。23日の午後8時にプサンに豪雨警報が発表され、解除されたのは翌日の午前0時半と一般的な長さでしたが、その被害の大きさはとてつもないものでした。特にひどかった被害では、地下車道に近くの道路などから水が一気に流れ込み、7台の車両が瞬く間に水没しました。地下車道の入り口は 3.5 メートルもの高さがありましたが、水は一時この高さいっぱいになったそうです。この7台のうち6台に乗車していた9人は自力で車を抜け出しましたが、残りの1台は浸水した地下車道から自力で出ることができず、救急隊員による救助を浸水の恐怖に怯えながら、ひたすらに待つしかありませんでした。懸命の捜索活動の末、60代とみられる男性と30代の女性が発見されましたが、すでに意識はなく、病院に搬送されたものの死亡が確認されました。さらにその数時間後に、50代の男性が死亡しているのが発見されています。また、ヘウンデクではホテルの地下駐車場に水が流れ込み、3人が救助されました。クムジョン区では斜面が崩壊し、近くのマンションの方へ大量の土砂が押し寄せました。キジャン郡の山崩れでは1人が救助され、スヨン区で擁壁が崩れ、住宅3軒が飲み込まれましたが、住民は救助され、近くの住民も緊急避難したそうです。この他にも建物地下の浸水、山崩れによる道路の寸断などが発生しました。また、氾濫した川もたくさんの人に被害をもたらしました。豪雨に満潮時間も重なったために市中心部の川が氾濫し、浸水被害が拡大したと報道されています。マンション浸水では約30人の住民が緊急避難しました。氾濫した2つの川の周辺では、店舗や住宅が浸水、車が冠水する事態になったそうです。プサン市は近隣住民に避難を呼びかける緊急メールを送り、住民にいち早い避難を呼びかけました。さらに浸水被害は鉄道にも及びます。都市鉄道1号線のプサン駅の地下商店街と駅構内には、周辺の道路から水が流れ込みました。電車は同駅の停車を取りやめ、通過扱いにしましたが、その後線路も冠水し、一部区間で列車が運休となりました。直接的な被害はなくとも、この路線を利用する何十万もの人に被害をもたらす結果となりました。さらに、海水浴場がある海沿い道路は海水と雨で冠水。繁華街の道路では水の高さが大人のふくらはぎから腰のあたりまでになったところがあるそうで、冠水した道路を走る市内バスの中にまで水が入り込んだそうです。この大雨で冠水、水没した車両は141台、道路の冠水により一部または全面通行止めとされたのは45カ所に上ります。このように死者や怪我人を大量に出しながら被害は拡大し、最終的にプサン消防災難本部には翌日の午前5時までに2209件の被害届が寄せられました。このように甚大な被害を受けたプサンですが、実は大雨による洪水が発生するのは珍しいことではなく、プサンでは過去にも何度もこのような大規模な災害が少なくとも何回かはあったといいます。では、なぜいつもプサンでの被害が大きいのでしょうか。大雨による洪水がたびたび問題になっている渓谷で、実際に体験した人の被害状況や洪水が頻発する理由について、インターネット上で意見が交わされていました。ここで実際に寄せられたコメントの一部を少しご紹介したいと思います。
建物の中にいるけど、水が中までやってきた。さすがにこれは怖すぎる。俺は駅に行こうと思ったのに大変なことになっている。これじゃあ目的地に無事着けるのかという心配より、家に帰れるのかという方が心配になってきた。ここは普段は簡単に浸水しないところなのだが、今回はかなり雨が降った。私のいるソウルもプサンまでではないが、すごく雨が降っている。プサンだけがあの状態なの？他の地域は浸水していないの？午後には止むようだ。プサンは答えが出ないね。曲がりなりにもソウルの次に豊かな都市ではないのか？毎年、大雨が降るたびに洪水になるとか、アホすぎる。私はプサンに暮らしているが、これは本当に答えがない。全く降り止む気配がないんだけど。このまま降り続けたら、プサンは終わる。普段通勤時間10分のところ、1時間半もかかった。アメリカならサーフボードを持ってきて、愉快に遊んでいるところだよ。うちの家はすごく高い場所にあるが、水が足首を越え、どんどん上がってくる。26年の人生の中で歴代最大級の大雨である。今プサンにいるが、雨が狂ったように降っている。こんな日に電気車やハイブリッド車が浸水したら、ドライバーは感電してしまうわ。プサンが簡単に浸水してしまう理由は、なぜか排水溝を遮断しているところがたくさんあるから。排水溝がカバーで覆われているから浸水したと言いたいのか？飲食店の前ではみんなそのようにしている。理由は、排水管が匂うからだ。プサンだけでなく、ソウルなどどこの飲食店でも、匂いが上がってくるのを防ぐためにそのようにしている。確かに先週、下水の匂いがきついと思った。洪水なんてほとんど起きない地方にいるから、どれだけ大変なのか、どのくらい危険なのかわからないが、人的被害の少ないことをお祈りします。動画見たけど、流れが速すぎて恐ろしい。足を取られたら一瞬で流されちゃうよ。本当に深刻な問題だよね。毎回洪水被害に遭っているプサンはどうかしてると思うけど、どうか皆さん無事でいてください。道路がもともと河川だったみたいになっている。やっぱり自然災害が最も怖いということを身をもって感じさせられる。街路樹も倒れたりしてない？人なんか一瞬で流されそう。今回の洪水被害は実際にものすごいレベルだね。中国や日本でも大雨被害が出ていたし、歴代最大級だ。人的被害が出なきゃいいけど、怪我人が出ることは間違いないだろうな。それにしても、いつ雨が降り止むんだ？避難したいけど、流されそうで怖いよ。プサンの人たち、気をつけて。今外に出てしまえば、人的被害が出ることは間違いない。明日出勤できるだろうか。災害宣言を出して自粛した方がいいんじゃない？正直言って、今回は台風じゃないし、ただの大雨だと思って甘く見ていた。これほどひどいことになるなんて思ってもいなかった。マジでプサンやばすぎる。なんでソウルのことばかりやってて、プサンのことは全然ニュースにならないの？プサンに住んでいるけど、スマホに緊急警報が送られてきたよ。台風レベルだね。これがただの梅雨の大雨なんて嘘でしょ。これからずっと雨が続くというのに、最初の時点でこれって本当にどうなるんだろう。プサン駅の近くに住んでいるけど、地下鉄にも浸水していて、電車も完全に運行が中断されたよ。以上がインターネット上での反応です。コメントの中には、洪水の原因は排水溝の蓋が閉められているからだ。と主張している人がいました。その意見への反論でもあるように、それだけが被害の原因であるということは考えにくいです。ですが、塵も積もれば山となるという言葉のように、小さな排水溝がいくつも塞がれることによって、少しずつ溜まった水が浸水につながっているということも考えられます。もしそうであれば、対策次第では防げる問題なので、プサン市は、しっかりと調べて対応していく必要があるかもしれません。いかがでしたでしょうか？これだけ科学や技術が発展した現在でも叶わない自然災害。自分たちの命を守るためにも、
他人事だとは思わずに備えておく必要があるでしょう。皆さんは何度も繰り返すプサンの洪水についてどう思いますか？よろしければコメントお願いします。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。